こんにちは、みえこです。今日はお出かけするとき、ちょっと荷物が多いと思ったら、使ってほしいサブバッグを作りました。簡単にできるから一緒に作りましょう。では、お家の中で探してほしいものは、今日は瓶の蓋です。もちろんコンパスなどを使って型紙を作っても大丈夫ですよ。私が使った瓶の蓋は直径4センチ、そして6センチ、8センチのものを使いました。何センチのものでも大丈夫ですよ。キルト綿の残りの上にこのように鉛筆で線を引いて、線の上を切ってこのように作ります。そしてスクラップ布などを用意します。布の上にキルト綿をそのまま置いて針で留めます。縫い代1センチぐらい必要ですから、その分残して大胆にカットします。その後にちょっと丸みを出すようにカットします。1センチぐらい縫い代あれば大丈夫ですよ。次にキルト糸などを使って布の端をこのように縫います。一周縫います。このように縫います。でもミシンを使ってこのように縫って縫い縮めても大丈夫ですよ。すぐできますよ。縫い終わったらアイロンでプレスします。このようにたくさん作ります。次にキルト綿73センチ ×33 センチを用意します。これがカバンのベースになる大きさです。このキルト綿の上に73センチ ×27 センチの布を置きました。そして端に73センチ ×8 センチの布をアクセントにしています。ではここに先ほどの丸く縫ったものを置きます。まちの部分10センチは畳んで置いておきます。布の上に色のバランスを考えながら配置します。配置が決まったらずれないように針で留めます。針で留めたら今度は刺繍糸で周りを縫います。残っている糸を使います。丸い布の周囲を大きな運針で縫い留めます。布の色と違う色を使うとアクセントになって可愛くできるので、ぜひ試してみてくださいね。
刺繍糸はいろんな色を使うと楽しい作品になりますよ。このようにできます。裏はこのようになっています。それでは裏側も同じように作ります。先ほどと同じように色のバランスを考えながら丸い布を並べます。並べ終わったらまた針で留めて丸い布の周りを刺繍糸でステッチします。両方できました。それでは持ち手の部分を作ります。6センチ ×42 センチのキルト綿を2本、そして持ち手の布は8センチ ×42 センチです。布の上にキルト綿を乗せてこのように1センチ畳みます。そして針で留めます。次にこれを3つに折ります。そして針で留めます。これを端まで折ります。そしてミシンで端を縫います。ミシンで縫った上に刺繍糸でステッチします。続いてバッグの布の上の部分に作った持ち手の布を留めておきます。裏と表両方留めます。カバンの両サイドを 1.5 センチの縫い代で縫います。このバッグのまちは5センチに折りたたんでこのまま端を縫います。両方を折ります。これで 1.5 センチで縫います。次に表に返してカバンの口のところにアクセントにするために33センチ ×8 センチの布を2枚縫いつないだものをこのカバンの口に重ねます。これを1センチの縫い代でミシンで縫います。次に裏布を用意します。73センチ ×33 センチの布を先ほどの表布と同じように5センチまちの部分を畳んで開け口を残して1.5 センチの縫い代で縫います。そして出来上がったカバンをこの中に入れてカバンの上を2センチの縫い代で縫います。このように縫います。2回縫ってるのでしっかり留めてありますよ。そして返し口から表に返します。返し口をミシンで縫い留めて裏布が表に出てこないようにここで刺繍糸でステッチします。
大きい運針で1周縫ったら完成です。簡単にできたでしょう。まちが大きいので意外とたくさん入るんですよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。